こんにちは。皆さん、推し活楽しんでますか？ウイスキのぎこちです。今回は5月に実は2024年に新しく発売となっていた M4 の新型 iPad Pro を買っていたので、その開封風景と実際購入して気に入って使っている iPad 周辺アイテムの紹介をしていきます。今回使用したものは概要欄にありますので、気になる方は見てみてください。iPad高い買い物だから悩みますよね。私、リコチがエアーじゃなくてプロを選んだ理由は、エシならエアーとプロどっちを買えばいい？ iPad のストレージ容量はどれぐらいあれば安心してお絵かきライフを楽しめる？そのあたり知りたいなぁとか悩んでる方が結構多いんではないでしょうか。私は今まで2018年発売の iPad Pro、ストレージ 64GB を使っていました。3ヶ月ほど新型をゆるゆると使ってみて、どれぐらい違うか、何が変わったか、周辺機器は何を揃えたらいいか、だいたい決まってきた時期かなと思って動画を作成することにしました。今回は開封しながら結論を先にお伝え、Apple Pencil の Pro と USB-C の違い、マジックキーボードは果たして必要か、ストレージ問題の解決法、という流れで話していきますので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。途中スキップしたい方は、概要欄に項目ごとの秒数リンクを記載しているので、そこからお目当てを見つけてください。このチャンネル、ウイシキでは、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。推し活やイラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、もし何か興味があることが被っていたら、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。私が買ったのは、2024年5月に発売になった iPad Pro M4 のものです。まずは届いた当日の開封動画を後ろで流しながら、先に結論です。エシさんでお絵かきアプリをメインで使う方は、無理に iPad Pro を買う必要はないと思います。AR で十分です。個人的にプロはオーバースペック、お絵かき以外に動画を編集するなど iPad 本体に大きな負担をかけることをしない限り必要ないかなと思います。フリップスタジオ、プロクリエイト、お絵かきソフトはいろいろありますが、それらの制作には AR のスペックで足りると思います。私がプロを選んだ理由は、買い替えたい時期だったのと、次のプロが出たら絶対プロにするという単純な動機からでした。まさか M4 のスペックで出てくるとも思わなかったし、こんなにお値段高い薄い板になるとも思わなかったし、新型発売発表のあった夜中のテンションでポチってしまった。というのが今回の私の流れでした。私はあわよくば動画編集も iPad でしちゃえと思っていたので、まあそれはできそうなんですが、最近は VTuber 形式で音声録音しているので、結局 PC ないと動画が作れないと気づき、まあ iPad Pro ちょっとゲーム新とかできるからいっかというちょっともったいない感じになっている次第です。まあ重めのゲーム原神のプレイが読み込みサクサクできるのはプロのいいところかなとは思いつつ、正直 iPad での動画編集についてはまだまだ様子見です。ダヴィンチリゾルブを入れてみたものの、クロマキー合成をしようとしたら、ファイルが破損したか何かで再び開くことができなくなって、PC でデータ復旧する羽目になったり、Final Cut Pro と Luma Fusion も気になるけどまだ変えてない。iPad 版のプレミアラッシュは最近デスクトップ版と同期できなくなってしまって使い物にならない。ということで、編集は2018年頃に買った MacBook Pro でヨロヨロしながら作っている状態です。悲しみ。iPad でおすすめの動画編集ソフトがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。本当にしっかり動くのなら試してみたい。皆さんはそんな失敗しないよう、ぜひこの動画であなたに合った iPad を探してくださいね。そうそう、話が少しそれますが、iPad Pro の13インチの 1TB 以上の
モデルではナノテクスチャーガラスという特殊な画面の加工も選べます。でもこれ、絵師さん、保護フィルムを貼る予定の方、注意してください。通常の標準ガラスを選ばないと、ガラスの加工で価格が高くなるだけで特殊加工の意味がなくなってしまうそうです。絵師さんは大抵ペーパーライクフィルムを貼る方が多いですよね。私も標準ガラスで注文してペーパーライクフィルムを貼って使ってます。ナノテクスチャーガラスはフィルムを貼らない状態でも反射が少なくなる。つまり明るい屋外でも画面が見やすくなるような加工のことなので、サラサラしたフィルムの書き心地が必要な絵師さんは標準ガラスを選ぶべきと思ってます。次はペンシルの違いについて。2024年発売の iPad 向け Apple Pencil は Pro と USB-C の2種類出てます。絵師さんなら2024年版 iPad 用ペンシルなら Apple Pencil Pro 一択だと思います。USB タイプは筆圧検知機能がないのでおすすめしません。筆圧検知とは、お絵かきアプリでは筆圧によって描画するブラシの表現が変わってくることをご存知でしょうか。漫画用のペン画っぽい線の入り抜きだったり、水彩っぽい透明感や不透明感だったりを出すにはプロを選んでください。USB-C タイプでは絶対にできない表現です。あと USB-C タイプの充電もちょっとかっこ悪いのと使いづらいかと思います。そして重要な点、もう一点。Apple Pencil Pro は現時点では2024年発売モデル iPad Air と M4 の Pro だけに対応しています。あとペンに内蔵されているマグネットの位置も違うので Apple Pencil 2は最新の iPad には使うことができません。ここ大事なのでしっかり覚えて書いてくださいね。そしてここで周辺機器おすすめ情報。Apple Pencil って結構細くないですか？私リコチは細いペンをずっと持ってると持ち方が悪いのか指が痛くなりがちでしたが、エレコムから出てるこのシリコンペンホルダーを買ったらそれが嘘のように消え去りました。ストレスフリー、やったー。ちょっと太めになることと表面に少し模様の凹凸があるから持ちやすくなって最高オブ最高です。ペンへの装着方法は少し難しいんですけど、ホルダーの中心を持って滑らすのではなくて、端っこに指を引っ掛けて滑らすと簡単に思ったように取り付けることができます。端以外を持つとうんともすんともいかなくなるので、うまく取り付けられないときはこれを思い出していただければと思います。そして Apple Pencil Pro は一部分だけ平らになっているデザインなんですが、このホルダーも一部平らになっているのできちんとマグネットで iPad にくっつくし、そこからの充電も可能です。個人的にこのペンホルダー、絵師さんにめちゃくちゃおすすめです。もちろん新型ではない Apple Pencil 2などでも問題なく使えますよ。ワコムなどのタブレットのペンの太さに慣れている人にもおすすめです。自分からするとマジックキーボード、あまりに本体とペンが高かったので、5月発売当時はマジックキーボードは購入を見送りました。マジックキーボードも結構お値段するんですよね。周辺機器は少しずつ揃えていけばいいやということで、本当はフォリオタイプがあったら即買いだったんですが、そうもうまくいかないわけで、キーボードは翌月6月に思い切って購入しました。開封してファーストインプレッションは重いな。そう、これ結構しっかりとできてるので重量あります。アルミニウム使用とのことだしね。発売当初グラム数が記載なかったのってどういうこと？そう。なので iPad の軽量化に浮かれていた私の結末ですが、結果持ち運びは若干重いです。守ってくれてる感はある。それはあるんだ。こんなこともあるよね。まだサードパーティー製とか純正ではないキーボードを探せていないので、そのうちこれも使いやすいものを探したいですね。でもいい点はありました。マジックキーボードの左側に USB Type-C を挿す箇所があって、そこから充電可能なんです。キーボードで iPad に給電しながら iPad の USB に別の SSD などをつなぐことが可能となります。これはこの後紹介する USB ハブを買わなくていいから結構助かる点かも。あとは私は
クリップスタジオというアプリでお絵描きしてるんですが、そのショートカットをパソコンと同じものを使いたいので、キーボードがあるとほんと作業時間が短くなってめっちゃ助かってるところはあります。左手デバイスあるならキーボードまで手を出さなくていいかもと思いつつ、PC 作業のショートカットに慣れてるから、今回私はマジックキーボードも買って結構良かったかもなとなってます。ちょい重なので頻繁な持ち運びには向かないかもしれないけど。続いて USB ハブと外付け SSD の紹介です。 iPad Pro は基本 USB-C 一つついてる感じですね。これは実は増やせる。個人的におすすめしたいのがこのアンカーの USB ハブ。Type-C が2つさせて、左側の片方はなんと給電にも対応してます。これでマジックキーボードなしでも給電しながら外付け SSD をつなぐことができちゃう。お絵描きのデータは iPad 本体に保存はせず、USB メモリや SSD などの外部ストレージにその都度移動するのがおすすめかも。私はストレージ容量 256GB の iPad Pro を選びましたが、SSD のおかげで快適。2024年版の iPad Pro を買うまでは、2018年版の 64GB のストレージのものを使って5、6年やってました。重めの PSD データとか、クリップスタジオのデータとか、たまに別の USB メモリに移動してお掃除してました。お絵描き頻度としては、週に2、3枚年間100枚程度のイラストを実は描いてました。結構多いかもしれない。現在はハブ大事となってます。あとはですね、このハブ HDMI もつなぐことができるので、プロジェクターやモニターにつなぐこともできるんです。私はネビュラっていうめっちゃ小型のプロジェクターをひっそり昨年購入して持ってるんですが、これで iPad から YouTube で推しのミュージックビデオを部屋の壁にプロジェクターで映してみるのがお気に入りです。そして外付け SSD の詳細も共有しますね。私はこのバッファローの 1TB の SSD をつないで、ここにデータを保存してます。でのおかげで本当 iPad の容量は圧迫しない。動画のデータを SSD に置いて、アプリから編集したり、iPad 以外に MacBook にもそのまま利用できるから重宝してます。あとおまけ、アンカーのナノチャージングステーションというのを最近ゲットしました。コンセント2口、USB Type-C と USB Type-B の2つずつついている形でおすすめの MAX だったので、こちらもついででご紹介でした。本日のまとめです。絵師さんでイラストを描くだけの予定なら Air がおすすめ。動画制作を楽しみたくて予算があるならプロでもいいかも。Apple Pencil はプロ一択。ストレージ問題は外付け SSD で解決するから、入れるアプリ数が少ないなら最小のストレージ容量で良さそう。皆さんも楽しい iPad ライフが送れますよ。もしこの動画が良かったよっていう方は高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは私リコチが推してるコンテンツの動画をアップしてます。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、最後まで動画を見てくださりありがとうございました。では、またねー。